僕がパソコンを持っていた、そんな理由だけで編集のメインにさせられました。大地いい時は結構楽しそうだから、あそこずっと楽しそうがかなり重要ってことは分かった。俺の気持ちとしてはもっと崩壊する方向にがいい持ってけってこと。そう、はい、言葉ふざけんなよ。鉄郎なんか悪気があったわけじゃねえだろ。ヨガの達人で後ろにある手を前に持って、ひどくないお前。わざわざヨガの達人で後ろの手を前に持って見えるってなんだよ。生きてるからだろ。だからリコんち行ったのよ。下に着いた瞬間リコ泣いてて泣いてんのよ。やべえとこ来たと思った時にはもう時すでに遅しで、もう「あ、良平事務所来てるの?」って、もうなんかものすごい。そう僕多分演劇の才能なくて、でそれを認められなくてずっと続けてたんですけど、超バイエーイ、超バイエーイ、私は超バイエーイ。僕は役者をやっていて YouTube 内での活動としては主に編集をやっている人間ですね。ストーキングヴァンパイアは今までやってきたことを詰め込んだなっていう。秒速ドリーマーはね、もうちょっと時間が欲しかったっていう感じですね。今回結構本当に時間がなくて台本書くのすごい大変で、でもどうにか成立させないといけないじゃないですか。俺の緊張感たるやストーキングヴァンパイア2出せたっていうよしっていうのをもちろん一切なく、やっぱそれが切迫してくると、今あの人に喋りかけちゃダメだなとかてか喋りかけない方が僕らとしてもその台本が進むから。さんごめん、ここの衣装下グレーだったわ。でもなんで今それ言うんだよ。今じゃあちゃんとチェックしとけよ最初から。申し訳ない。昨日もやってんだろ。すみません。でもゆうやさんが何かで怒られてる時って俺らにも怒ってるんだろうなっていう、まず最初に弟を怒って周りをピリッとさせるみたいな。ゆうやは意見すごい強いんですよね。そもそもそれだけのことを自分でやってるっていう自負もあるんだと思うんですけど、叫び続ける雨の再生回数がパーフェクトダンスとかわけわかんない曲に負けるような、俺もやめるよ。才能の限界。ちょっともう一回ちゃんとさせれば簡単に出てくその話が好きでってことですよ。そういう話。あ、いやいやいや、俺作品的に俺のその手前のセリフが俺すごく重要だと思ってんだけど、今の方向でいいの。俺もうやめるよがどう聞こえるか、ビクッとするかしないかが2回目でビクッとさせるからいいでしょっていうことなら、いいかなと思うけど。ケンちゃんはもうほんと一番何考えてるか分かんないですよね。冷静に分析するのが好きというか、メンバーで会議するってなったら大塚兄弟が言い合うんですけど、彼は一人冷静に分析してスッとした意見を通して2人が納得するっていう場面が何度かあって、意見って結構割れるんですけど、でももうそれで解散するみたいなのはあんまり思ってないです。中田さんは演劇が途中からあんまり楽しくないと言い出したんです。俺は役者には向いてないと思ってます。やめたいと思ってるんだっていう話はしてて、もし一緒にまだやってくれるんなら映像だけやるよみたいな話をしたんですけど、大地は真面目なんですよね。真面目だからこそストイックになってしまうというか、あんまり遊びがないというか、どんどん自分で追い込んでって追い込まれていっちゃうんで、なんか助けてとかもあんま言わないんですよね。そうだから最近悩んでるんですよね。お前は何がやりたいんだっていう。多分今あんまりあの人演じることに楽しみを持ってなくて、でもそれっていろんな意味があるとは思うんですけど、やっぱり4人の中で編集のリーダーっていうので今すごく編集を認められてると思うんですよね。演劇ってどんなに頑張ってもマイナーな文化だったりとかするんで、中には暮らしていける人もいるのかもしれないですけど、自分なんつうんですかね、
違うな、全部嘘ついてるな。才能ないなと思ったんですよね、演劇の。俺多分小学校の時だと思うんだけど、俺は子供に何の期待もしてないからって言われてよく言えば放任主義。すごい親だなと思った記憶ある。俺が助けてあげることもないし、まあいろんなことを聞かれれば俺の知ってることは言ってあげようかなとはずっと思ってるんだけどね。でちょっと暗めにその頃はなっちゃったのかなとも思うけど、昔から変わんないですよ。でずっと仲いいんですけど、いつも変なやつなんですよ。例えば海に行こうと毎年言っても毎年なんか断られるんですよ。いやいやいいよいいよ行こうよみたいなこと言うんですけど、そうすると最終的には来て一番楽しんで帰るんですよ。達也っていう面白い人に出会って、ちょっと俺も面白い人になりたいなと思いつつバンドをやってたんですよ。ドラムス中田太一。僕が夢見たのはおじいさんになった時に喫茶店のマスターになってたいなと思って調理師学校に行って国産やってつまんねえなと思って、ちょっとこれは俺向いてないなと思ってどうしようかなと。でまた僕の人生に達也が現れてこんな面白いのがあるよっつって教えてくれたのが世界一周の船旅っていう。第一は確か2回お芝居やった後にピースボート乗ったんですよ。でも2回お芝居やった後だったんで、なんかいやギリギリお芝居の方が楽しかったから俺お芝居やるわって言って戻ってきたんですけど、飲みたいならどうぞ。またやろうよって俺から言うことってすごく珍しいことなんですけど、また舞台をやりたいなっていうことだったので演劇を勉強しようかなと思って。なんか言えよ。なんか言えよ。やめろよ。お前のせいだからな。矛盾感じてて最近演劇好きだったら演劇だけやってればいいじゃないですかって。 YouTube 始めて演劇できなくなっちゃった。でも演劇がやりたいんだよつって YouTube やりながら演劇をやってるのはもうどこだと、ゴールどこのつもりで今演劇やってんだっていうのがあって、劇団スカッシュっていうのが演劇と YouTube やるんだったら映像と営業をつなげてる映像が面白くなきゃダメだよねとかっていうところが長田さんが悩んでるところって。映像を作る集団だけにはなりたくない感じですね。役者をやってるんだぞっていうのは分かってはほしい感じですかね。若い人たちのがで出演してくれるチャンネルになっても俺としてはいいと思ってるんですけど、いや劇団ってそうじゃないでしょみたいなくくりとかもあったりとかして、演劇っていう枠を超えたくない派の人たちとかいて、ちょっとだからそのすり合わせがちょっと大変だなとは思いますね。別に取らなくていいよ。こういうまあこれでけん玉やった人はいないんだけどね、こういうことですね。これで3ヶ月かかってる。下で1ヶ月ぐらいか。こんくらいの木だった。で2列一緒に掘っていくっていうか切り絵。これ最近のね。だから自分の近くにこういうすごいものを作ってる人がすぐそばにいるのに自分はもっと頑張ろうとかさ。頑張ってんじゃんよ。頑張ってないみたいな言い方して。才能ってさ、絵を描く才能とか舞台を演じる才能と別にそれを練習する才能がないと長く続けられないじゃん。だから長く続けられる才能っていうかさ、基本は自分のやりたいことをやれっていうね、ことだったから止めるも何もない。でも向いてないよとは言われてた、お父さんに、お前才能ないよって言ってたもんな。だからこういうこと言うから否定的な人になる。普通の人しかできないじゃん。イケメンじゃあやれって言ったらイケメンじゃないし、面白いことやれって顔がこういう感じだったら面白いことできないし、
だから人によっては舞台から逃げてるだけじゃねえかって言われるかもしれないですけど、舞台で頑張る意味がないじゃねえかって俺は思っていて、なんで頑張る意味ねえのかって言われたら、俺が監督になってこいつに役を振るう時にどんな役を与えているのか思いつかないもん。もうやめよう、もういいや。いや参ったな、答えられない問題があった。自分でも答え出てないんですね、ここね。要するに俺に言われて辞めるようだったら早めに辞めちゃった方が他の道にも行けるしと思って、でも反発じゃないけど、そんなわけない、俺は俺の道で行くんだっていう方が力強くそっちの道進めるじゃん。俺に言われて辞めるようだったら本当に才能がないんだよと俺の中では思ってる。楽しいと思えればその人は才能があるなと思うし、苦手だなって思い続けちゃうならその人は才能がないなと思うんですね。そういう意味で僕は演劇が苦手なので才能がないなと思うんですけど、でも楽しいなとも思うんですよね。俺に言わせるとさ、人生無駄なこと一つもないとピースボート1年間行ったことも、でもそれを生かされてないよねちょっと違和感なかった？その人たちとの感じ。そんなことない？お母さん勝手に思ってるけど、そうほらちょっとハイタッチみたいなところが違う。そういうところは合わないでしょ。いや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 、パン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 、いや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 、なんでハイタッチ求めてないんだよ俺。否定的なところがあるから大きな声で隠してるんでしょ。やめえよやっぱり少し無理をしてるんだろうなって思うんですよね。こう画面に出ることとかを。だから若い人が見てるから人柄を好きになると見ちゃうのかなっていうのはもうちょっと自然な感じで、あんなにどでかい声出さなくてもいいのにと思っちゃう。人が、どうしたらいいですか。テレちゃん待っててね。楽しくいきたいですねとにかく楽しめなかったら俺は負けだと思うので、まあ今楽しいっす。ただそう演技は向いてないなって思うだけで、舞台に立つこと自体は別に楽しいんで。4人ぐらいのカンパニーでやってて、この年まで続けてる人たちってそんなにいないかなっていうのと、よく大喧嘩せずにここまでやってきたな。表現活動をやってた人たちってなんて無力なんだろうと思ったんですよね。演劇やってたことって本当何にもならねえやっ